三陸沖の地震の後も小さな揺れがまだ活発なのだ。朝から落ち着かない話ね。でも、備えの見直しにはちょうどいいかしら。じゃあ、その小さな揺れが何を意味するのか、サクッといこう。先月の三陸沖の M7.7 の後、周辺で微動っていう小さな揺れが増えているのだ。微動って普通の地震とは違うのよね。かなり小さくて、プレートがゆっくりずれるときに一緒に出やすい揺れじゃん。その小さな揺れが続くと本当に大きな地震に近づくのだ。周りに歪みは足されるみたいだけど、直接つながるかはまだ読めないって話だったわ。そこがもどかしいよね。見えにくい変化ほど後で聞いてくることあるし。しかも久慈港では79センチの津波で、海上町では震度5強だったのだ。かなり身構える数字なのだ。数字だけ見るとまだ終わってない感じが強いわね。それに去年11月頃から地震活動自体が活発って見られてるから、周辺はしばらく注意モードじゃん。1994年の三陸春香沖地震の領域が今はあまり動いていないってところも気になるのだ。静かな場所があるから逆に安心って単純には言えないわね。そうそう。机の足が少しずつずれてるのに気づかない感じに近いかも。備えって具体的には何を見直せばいいのだ？水と電池、それに避難先までの道順くらいは今のうちに頭に入れておくといいわ。NHK-1 の防災アプリみたいに通知が来るものを入れておくと朝でもすぐ気づけるよね。みんなも家の中の備えを一回見てみるのだ。次はお金の動きが目まぐるしいニュースへ行くわよ。お次はニューヨークなのだ。ダウ平均株価がおよそ3ヶ月ぶりに5万ドルを回復したのだ。5万ドルってまた随分派手に戻したわね。ダウってアメリカの大費用的な株の平均みたいなものじゃん。そこが大台に戻ると空気が変わる感じあるよね。どうしてそんなに上がったのだ？アメリカが中国企業およそ10社に NVIDIA 製の半導体の購入を認めたって報じられて、関係改善の期待が強まったのよ。半導体ってスマホやパソコンの頭みたいな部品じゃん。そこが動くと関連株がまとめて反応しやすいよね。部品一つでそんなに市場がわちゃっとするのだ？するわ。回復、リカバリーの流れね。NVIDIA だけじゃなく中国関連の銘柄にも買いが入ったみたい。でもボーイングは逆に下がったよね。中国のジェット機200機注文が思ったより小さい受け止めだったらしいじゃん。200機で小さいって感覚がもう別世界なのだ。あれは航空機の桁が違うだけよ。けど期待より薄いと株は素直に冷えるの。S&P500 も初めて7500台、ナスダックも最高値更新って全体でも強かったんだね。 S&P500 って何なのだ？大きな500社の株で見た景色みたいなものよ。広く強いと景気の見え方も上向きに移るわ。クラス全体の平均点と理系の平均点が両方更新したみたいな感じじゃん。それで円相場も動いたのだ。一時は1ドル158円台前半まで円安が進んで、先月30日の介入以来の水準だったわ。海外のものがじわっと高くなるのみんなも実感あるじゃん。株も為替も同時に揺れると目が回りそうなのだ。ほんとね。次はその景気の勢いが本当に続いているのかを見る話よ。続いてはアメリカで実際にどれだけ買われたかの話なのだ。4月の小売売上高は前月比 0.5% 増だったのだ。金額はおよそ7571億ドル、日本円で119兆6200億円余り。数字だけでクラクラするわね。お店での売れ行きが全体として増えたってことじゃん。需要はまだ強めって見えるよね。どこが伸びたのだ？ガソリンスタンドが 2.8% 増、ネット販売が 1.1% 増、電子機器や家電も 1.0% 増だったわ。反対に家具販売店は 2.0% 減。大きい買い物は少し様子見って空気もあるかもね。ガソリンが増えてるのはイラン情勢で価格が上がってるからなのだ。そう。燃料が上がると
消費の元気まで削られかねないから、そこが怖いのよ。ブルームバーグは、減税策や株高がクッション薬みたいに働いたって見てるじゃん。勢いを少し受け止めた感じだね。クッションがあってもずっと飛び続けられるわけじゃないのだ。その通りよ。物価がじわっと上がると、買うものを減らそうって気持ちも強くなるもの。アンシも、値上がりが続くと、今じゃなくていいかな、って思うこと増えるじゃん。みんなは値段が上がると最初に何を削るのだ？そういう慎重さが広がると、売り上げの勢いも少しずつ変わるのよ。景気って、増えたら終わりじゃなくて、こういう綱引きもあるよね。お金の話の裏でも、見えない力が引っ張り合っているのだ。ここでちょい寄り道。自信って言葉の意味が一つじゃないって知ってた？そうなのだ。普段の自信、和揺れのことだけど、学問の世界では地下の岩盤が断層を境に急にずれる現象も指すんだよね。なるほど。揺れと仕組み、両方を指すのね。しかも昔の記録には、ナイフルって言い方も出てくるんだって。古い響き、ちょっとかっこいいじゃん。言葉の歴史まであると、急に奥行きが出るのだ。あと、一旦できた断層の面は弱くなって、また地震を起こしやすいことがあるから、地下って意外と記憶力あるんだよ。地面に記憶力があるって、なんだか妙に怖いわね。今日は、地震の備えも景気の動きも、毎日の暮らしにちゃんとつながっているのだ。気に入ったら高評価してくれると、私のやる気も少し戻るわ。概要欄にリンクもあるから、気になったところは見返してみてね。それじゃあ、また次回も一緒に見ていくのだ。